ずっと乗りましょその一言ですね。はい、すいません、ありがとうございまう。あす。りがとうございました。はい。あ、すみません。シビックのオーナーさんですか。ナンバー隠すんで車取っても大丈夫ですか。大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。はい、いえいえ。じゃあそこが空ぶかし終わってからいいかな。はい。じゃあすみません。まずいくつか質問します。車種と年式を教えてください。はい。私はイージーシビックになります。年式は1993年。93年式ですね。はい。で乗り始めてどれぐらいですか。93年から乗ってますから。ずっとこれでずっとこれに乗ってるんですね。なるほど。なんかなんだろう、これに憧れたとかそんな感じなんですかね。昔からこの車が大好きで、話す気になれないというか。なるほど。もうそれでずっと乗っています。ずっと乗ってると。はい。でもう結構カスタムされてるようですけれども。そうですね。もともと後期型だったのでブラックだったんですけれども、本当は前期のイエローが欲しかった乗って20年経ってからこの色に変えました。で車両は新車で買われて。新車で買いました。で、新車で当時いくらでした。当時は確か130万か40万ぐらいだったと思います。そんなもんで買えたんですね。今じゃもう高くなってますね。今はすごい高いですね。はい。でカスタムの総額ってどれぐらいかかってますか。カスタム、そうですね、いろんなところにやっぱりお金をかけてるので、1台分ぐらいは多分130万以上はかかってる感じですか。でエンジンはもうオーバーホールとかして。エンジンは20年経った時に少し別のエンジン、綺麗なエンジン、同じエンジンなんですけども、乗せ替えました。乗せ替えた感じですね。で維持で一番大変なところっていうとどこになりますか。そうですね、今で言うと、もう部品がディーラーさんで手に入らないので壊れたらアウトだなというところですね。でもしなくなったらこのタイプですと、インテグラ、当時のインテグラが結構部品が使えるのでそこからもう回してくるとか流用する感じですか。あとはもう作るしかないですね。作るしかないという、ワンオフで作るような感じなんですね。で正直この車乗ってて後悔したことってありますか。後悔したことはないです。ないですか。やっぱこれ一つして効きが悪いかなぐらいですかね。昔の企画って R12 の企画だった気がするんですよね。その後のやつ。じゃあ 134A はい。ちょうど後期から変わりました。後期から変わったんですね。はい。わかりました。でちなみにお仕事は何のお仕事。仕事は自営業の手伝いをしてます。手伝い。車関係ではなく。車関係ではないです。自営業で。はい。わかりました。じゃあ最後に車好きに向けて何か一言いただければ。ずっと乗りましょう。その一言ですね。すみません、ありがとうございます。ありがとうございました。はい。すいません。ヤリスってオーナーさんですか。ナンバー隠すんで撮ってもいいですか。あと顔を映さなくてもいいんでインタビューでちょっと答えてもらうことで。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。じゃあ車種と年式を教えてください。車種の方が GR ヤリスの Gen2 ってモデルで、年式が2024年モデル。24年、2年ぐらい。乗り始めてどれぐらい。乗り始めて1年ちょっとですね。この車を選んだ理由っていうのは、もともと車両として EK9 乗ってたんですけど、3ドアハッチバックで万全装備ついてる車で面白いのないかなっていう理由で GR ヤリス。もともと EK もそうですね。EK はもうちょっと今4年間くらい帰ってきてない車両なんで結構カスタムされてますけれども、GR でこのエアロがあるんですか。そうですね。フロントとサイドは GR のエアロなんですけど、それ以外ボンネットとかは別のメーカーさん。で車両はちなみにいくらで購入ですか。車両自体は570万。でカスタムがトータルで200いくかいかないかくらいですかね。だいぶかかってますね。で一番こだわってるカスタムっていうとどういうことですか。こだわってるカスタムというか、私自身、人と被らない仕様にしたいっていうのがコンセプトで作ってるんで、だからもともとサイドとか、このボディ色のやつじゃないやつ引っ張ってきて色変えて広くしたって感じ。そうですね。
で、ルーフはもうカーボン。そうですね。純正でカーボンなんで。純正カーボンなんで、相当車重は軽くなってるんですか？そこまで軽くはないのかな。安全装備がついてる分、そうですね。まあ、もともと車両自体の剛性が高いんで。ちなみに馬力は何馬力ぐらい出てる？つい最近、パワーチェックを行って、360馬力。360馬力。で、4駆でしたっけ？ 4駆でコンピューター触ってる車両なんで、360で出てたんで。結構ぶっ飛んでる仕様そうですね。ありますよね。はい。で、お仕事はちなみに何のお仕事ですか？まあ今は自営業。自営業。はい。車関係ではなく全く関係なく。じゃあ最後に車好きに向けて何か一言。まあ車好きに、僕から言いたいこととしては、まあ好きなだけやるのが、まあいいのかなって、勝ったら好きなだけやると。はい。わかりました。すみません。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。こちらのアルトのオーナーさん、ナンバー隠すんで撮ってもいいですか？いいですか？ありがとうございます。顔が映さなくていいんで、インタビューって答えてもらうことできます？大丈夫です。いいですか？ありがとうございます。すいません。じゃあいくつか質問します。はい。じゃあまず車種と年式を。車種はスズキのアルトワークスで、年式は1991年。91年。はい。乗り始めてどれぐらい？今4年目、5年目ぐらいですね。結構乗られてますね。まあ、ちょっといろいろ乗り換えてるというか、何台か乗り継いでるんで、レッストはして乗ってる感じですか？まあそうですね、ちょこちょこできるところは、できる範囲でやってます。パーツとかって結構出てくるもの？パーツは、純正は、まあ走る部品はちょこちょこ出てくるんですけど、やっぱ値段はだいぶ昔よりも上がってる、高くなってますね。はい。車両はちなみにいくらで購入？これは、いくらだっけな、いくつだっけ、35万ぐらいだった気がします、確か。当時で。はい。ちょっと高めです。今上がってきてるんですか？そうですね。なんか安いやつは確かにそれぐらいであるんですけど、まあ同じ年式のやつ探そうとすると意外とちょっといい値段する感じですね。はい。結構いじってるみたいですけど。いや、そんなにそうですね。見た目はもうどこまでで、まあ足回りだけちょっとちょっと楽しみってるというか、でそれに合わせてホイールとかもちょっと深めのやつを。だいぶ深いようなですけど、ちょっともうこの SSR のホメラメッシュってやつなんですけど、まあディスクだけ買ったりリムだけ買ったりしてなんとかちょっといい感じのサイズ探してまあつけてるって感じですね。まあ結構辛い字で。そうですね。まあ一応ちょっとアクセルも何回かアクセルって後ろのキャンバーなんですけど、まあそれを何回か変えたりして、まあいい感じのところをまあ探して、まあ今いいところかなと思います。維持費でかかってくるところっていうと、維持費がなかったりとか。そうですね。まあそんなに軽自動車なんで基本的には安いんですけど、やっぱりちょっと古い車なんで、いつどこが壊れるかわからないんで、まあできればやっぱり最初はオーバーホールとかしてからそこからまあちょっと地道に直して、いろんなとこ直していくみたいなのがいいかなとは思いますけど、自分はそんな感じでやってます。なるほど。ちなみにマニュアルで何足？一応これは5足。5足ですか？確か4足もあった気がして。4足が多分NA とかのグレード普通のアルトのやつとかですね。まあ4足あると思います。お仕事はちなみに何でしょうか？仕事は製造のそうですね、事務職というか技術職みたいな感じです。車関係ではあるんですけど。車関係で。ちなみにカスタムはもう自分で一応。そうですね。足回りはもう自分ではやってるんですけど、さすがにちょっとオーバーホールとかはお店に出したりしてるんですけど、できるところは自分でやってます。最後になんですけれども、車好きに向けて何か一言いただければ。車好き。ちょっとなかなか理解されない車ですけど、一度ちょっとこういう古い軽自動車も、経験として乗ってみてもいいんじゃないかなと思うので、ぜひ機会があれば乗ってみてください。はい、先生ありがとうございます。ありがとうございます。いやバッチリです。すいません。こちらの銀のスイーツポットオーナーさんいらっしゃいますか？ナンバー隠すんで撮ってもいいですか？ありがとうございます。ちなみに顔映んなくてもいいんでインタビューでちょっと答えてもらうことできます？ありがとうございます。じゃ車種と年式をまず教えてください。車種はスズキスイフトスポーツ ZC33 型
23年式ですね。23年式。あ、新しい。新しい新車で買いました。新車で。じゃ乗り始めて、3年ぐらい。今年が初めての車検ですね。あ、車検を通す感じ。はい。はい。で、この車を選んだ理由っていうのは？選んだ理由買う前に、首都高でたまたまこれと全く同じ色、結構改造されてる方がいらっしゃって、すごいかっこいいと思って。で、候補に入れつつ他の車といろいろ比較検討してたんですけど、生産されなくなるっていうのを聞いて、速攻で買ってですね。カスタムっていうカスタムは今ホイールとタイヤだけですね。マフラーはちなみに5次元のマフラーと瞬間パイプストレートにしている。で車両と合わせてカスタム費用ってどれくらいかかってるんですか？車両と合わせても300万、車体代含めて300万ちょっとぐらいです。カスタムも含めて300万ぐらい。で、お仕事はちなみに何なんでしょうか？トラックの整備士やってますね。トラックの整備士さん。車は整備を自分でされたりとか？ほとんど全部自分でやります。マフラーとかマフラーも自分で。自分でやったんですね。最後になんですけれども、車好きに向けて何か一言いただければ。事故を起こさず楽しくモータースポーツ楽しみましょうということで。なるほど、わかりました。すみません。ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。